ウィンウィンウィン5、6、7、100回おすすめです。こんにちは、おけんママこと加藤ひとみです。今日は上まぶたのくぼみの改善法についてお伝えします。若い頃は上のまぶたは脂肪が多くふっくらしていますが、だんだんと脂肪が減ってくぼんでしまう方も多いです。またくぼむだけでなく上のまぶたに二重三重のシワが入ることもありますね。でも上のまぶたを若く見せる方法があります。これから一緒にやってまいりましょう。上のまぶたのくぼみですね。くぼみの例です。ちょっとこの上のあたりがくぼんできてますよね。上のまぶたって若い頃ってふっくらしてるんですよ。脂肪が多くてまぶたが腫れぼったいっていうことで悩む方も若い方多いんですよね。この脂肪をなんとかしたいって言って。でもだんだんとその脂肪がですね、このように減ってきて、そしてここまでボコッとこうへこんでしまう。若い頃の脂肪ってすごく若さの象徴、ね、脂肪がたっぷりあるっていうことは実はいいことなんですね。これ頭蓋骨ですよね。でここに眼球が入ってるんですけども、この穴が年齢とともにですねだんだんと大きくなってくるんです。最初はこれぐらい、普通はこうなんですけど、縦長にですね穴が広がってくる。まずそれが一つ原因ですね。なぜそのように大きくなると上まぶたのくぼみになるかというと、中には眼下脂肪って眼球を保護している脂肪があるんですが、その脂肪がこれが穴が大きくなることによってやっぱり一緒に下に落ちて込んでいきますよね。眼球と一緒にこう脂肪も下に下がっていくことで、この上のまぶた、ここに脂肪がほとんどないような状態になる。だからこうくぼんでいくということ。まずそれが一つ。もう一つはですね、この上のまぶたがくぼんでくると、そのくぼみだけではなくてシワがたくさんできて、二重三重にも、それが悩みっていう方もいらっしゃるんですよ。くぼみと同時に。でそれはおでこの筋肉が衰えて全体的におでこが下がる。こういうふうに。でここに皮膚が余ったようになってくぼんで、そして細かいシワが増えていくということ。2つ、おでこの筋肉によるものと、先ほど言いました眼下脂肪の減っていくこと、ね、その2つが大きな原因ですね。さらに言えばですね、眼輪筋、目の周りには筋肉があるんですけども、その眼輪筋自体の衰え、筋肉が衰えることによってこの周りの組織が薄くなっていくこと、それで皮膚が余ってくるということがあります。この原因の3つ、この3つをしっかりアプローチして改善していくと、目元のふっくら感が蘇ってきます。ではこれから上まぶたのくぼみの改善法トレーニングを一緒にやってまいりましょう。先ほど言いましたですね、眼球の入ってる穴、この穴が大きくなることによって脂肪が下がる。眼球を保護している脂肪が下に下がってここがくぼむっていうの、この穴はどうにもならないんですね。穴が大きくなっていくのはもう加齢によりもう骨のことなので、ここは仕方がないんです。でもですね、一ついい方法があります。だいたい上まぶたがですねくぼんでくるということは、下まぶたが膨らむことが実は多いんですよ。下まぶたを鏡を見ながらちょっと押してみてください。ぐっとちょっと押してみてくださいね。目の下ふっくらしてますね。ここに脂肪がありますね。この脂肪を押してみましょう。そうするとですね、上のまぶたが少し膨らむの分かります？ぷくってちょっと膨らみますよね。これはですね、下に下がっている脂肪が上側に回ってきてこうなるんですね。ということはですね、ここ下まぶたがしっかりとこれぐらい平らになってくれば、ちょっと今出っ張ってますね。それをクッとこう平らになってくれば上まぶたが膨らむんですよ。ふっくらするんですよ。これすごく不思議というか面白いですよね。上と下がつながってるなんてね。だから目の下って、よくこれ出ますね、眼輪筋。これだいたいですね、鼻の長さの半分ぐらいまで下があるんです。下の長さ、ここちょうどここのご自身の鼻ありますね。ここからここまでの鼻のちょうど中間地点ぐらいまで眼輪筋があると思ってください。上まぶたの脂肪が下がってきてここに出てきてますよね。その上に眼輪筋がありますので、この筋肉を強化するとクッとこう張りが出てくるんです。筋肉がダムのようにこうしっかり張りが出てきて、そして眼下脂肪を内側に戻す。そして上まぶたが膨らむということは、眼輪筋の下部分、ここを硬く強くしていくことがまず一つ。これやっていきますよ。はい、これも時々今までも出てきてますけども、
しっかりおさらいするつもりでやりましょうね。軽く下を噛みます。下を噛む理由はしっかりと目の周りに意識を集中するためですよ。顔の下半分の力を抜くためです。軽く下を噛んで下まぶたをぐっと引き上げます。眼輪筋の下部分を緊張させますよ。ぐっと引き上げて下ろします。はい、軽く下を噛んで、できましたか？できるだけ上まぶたが下りないように下まぶただけを上げるつもりの方がいいですよ。頑張りましょう。はい。ではついでにですね、今度眼輪筋の横、ここも鍛えていきましょう。ここを鍛えるのはウインク運動がいいです。軽く下を噛んで、ウインク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 、片方ずつですね。ウインクウインク。この時にギュッとする必要はないですよ。軽くでいいです。そしてウインクをした時に目尻にシワが気になるという方もたまにいらっしゃるんですね。そういう方はですね、目の横にこうやってしっかりと指を置いて皮膚が重ならないようにしてくださいね。眼輪筋の横部分をしっかり鍛えます。3、はい、ウインクウインクウインク。下を噛みますよ。はい、下まぶた30回、ウインク右左右左右左で1回として30回いきますか。はい、下まぶたいきますよ。はい、10回。はい、20回いきました。あと10回。はい、30回いきましたね。はい、次ウインク、こう右左で1ですよ。これを30いきますよ。はい、はい、10回いきました。はい、20いきました。あと10回。はい、これで30回。下まぶた30回、ウインク運動30回しましたね。はい、今の動きで下まぶた強化され、そしてこの横部分もしっかり強化されましたよ。で、ここはですね、鍛えられません。この上のここ鍛えたいところですよね。ふっくらできるんじゃないかなと思ってね、できないんですよ。ここはちょっと難しいです。なのでこの上にあるおでこの筋肉あるんですね。前頭筋っていう筋肉、その筋肉を強化することでこの上部分をしっかり引き上げる。そうするとここの負担が減って皮膚が余ってくぼんだ感じが改善して上まぶたに張りが出てくるんですね。今度はおでこの筋肉いきますよ。このおでこにある前頭筋、ここの筋肉を鍛えると筋肉が少し引き上がります。やっぱり加齢とともにこのおでこの筋肉も弱って少し下がってくるんですね。そうすると上まぶたを圧迫するようにしてここに皮膚が余ってくるわけでね。それがなんかシワシワっとしたりくぼんだりする原因になるので、この筋肉を鍛えて上にぐーっと引き上げます。そうすると上まぶたに張りも出てきます。はい、一緒にいきましょう。眉毛を上げる。眉毛を上げると前頭筋が鍛えられますが、眉毛を上げるっていう動きはこのおでこにシワを作ることにもなるんですね。ですのでシワの部分にしっかり指を当てる。上の眉毛を上げてみる。鏡を見ながら。そしてご自身でどこにシワができるかを確認しましょう。そしてそのシワのできる部分にしっかり指を置いて
皮膚が重ならないようにします。はい、しっかりと指を置きますよ。そしてこの状態で眉毛の上げ下げをしましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、30回までいきましょうね。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、下まぶた30、目の横30、はい、おでこ30回、上まぶたを取り囲んでいるこの3点をしっかり鍛えました。この3つからアプローチをすることで、だんだんと上のまぶたもふっくら感が蘇ってきます。特に一番重要なのはここですね、下まぶた。グッと押してみてくださいね。ふっくらしますよね。はい、だいたいですね、上のまぶたがくぼんでくる頃には下のまぶた、ここ目袋っていうんですけどね、目の下のたるみの膨らみですね、これがボコッと出てくることが多いんですよ。上のものが下に回ってくるんですね、ここに。なのでここをしっかりとこう引き締めること、そうすると必ず上のまぶたは膨らんできます。改善してきますよ。ですので下まぶた上げ、これ慣れたらですね、今30回って言いましたけど、できたら100回やってほしいです。私は毎日100回やってます。下まぶた上げ100回おすすめです。でも慣れないうちは、10回20回30回でも十分ですからね。きちんとしっかりと上げること、そして顔の下半分の力を抜くことがポイントです。頑張りましょう。上まぶたのくぼみの改善法についてお伝えしてまいりました。下に移動した眼下脂肪を上に移動させるため、下まぶたの強化がとても大切です。さらにまぶたの上にあるおでこの筋肉、ここが衰えて下がると上まぶたのたるみにつながり、上まぶたのシワにもなってしまいます。まぶたの上、そして下、そして横、両方からしっかりアプローチして若々しい目元を保ってまいりましょう。今日もご視聴ありがとうございました。次回は小顔になる方法についてお伝えする予定です。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。おきゃんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら。おきゃんママでした。